こんにちは、ゲンさんあるチャンネルのゲンさんとエリキャンです。はじめまして。今日はエリキャンのエリさんと一緒にキャンプに来てます。前から僕趣味でキャンプやってたんですけども、エリキャンさんの YouTube をずっと見てて、例えば薪ストーブのこととかすごく勉強してたんですけども、たまたま、名古屋のイベントの方で知り合うきっかけがあったんですよね。でそこで、エリさんの方が、フクロウに興味があるということで、じゃあぜひ、ガルと一緒にキャンプに行きましょうということで今日一緒に来てます。またエリさんの動画の方でもガル登場しますんで、ぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。お願いします。いやちょっとね、フクロウ謎が多すぎてそうですね。どうやって飼ってるんだろうっていうのすごい気になってるんで、めっちゃ質問考えてきたんですけどいいですか？あ、ちゃんと質問用意してるんですか？そうなんです。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、めちゃくちゃ11個どうにか抑えてきて、はい、これからフクロウ飼いたいなって思っている方とかが大体気になるんじゃないかっていうことをちょっと視聴者さん目線で、私が代弁して聞いたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まず一番気になるのが何を食べてるのかなっていう。ガルーは、主にうずらを食べてます。もともとフクロウって完全な肉食なので、日本ではうずらとかマウスとか、小型のフクロウでは、ワームとか昆虫系をあげるオーナーさんもいるんですけども、ガルーはメインにうずらと、あとたまにマウスをあげて体調の方コントロールしてます。あ、そうなんだ。なんか私昔バイトしてたところの、バイト先がヘビを飼ってて、ヘビ、そうでヘビの飼育もそのバイトの仕事の中に入ってたんですよ。でそれで冷凍庫に、マウスがちっちゃいのがいっぱい入ってて、それをお湯でふやかして、ピンセットでこうやって揚げてパクって食べるみたいなのもちょっとやりながらっていうイメージだったんですけど。そうですね、ヘビは丸飲みしますよね。そう、丸飲みします。でフクロウも野生は丸飲みするんですけども、こうやって人間が飼育してると結構上品になってくる子が多くて、ガルーなんかも、丸飲みはもう全然できなくて、小さく細かくさばいてあげないと全然飲み込まないし、ちょっと大きく切っちゃうと文句言います。そうなんだ、もっと綺麗みたいな。そう、これでかいぞって文句言ってこっちじっと睨んできます。かわいいな。でマウスは丸ごとあげる人と、でハサミとかでさばく人、いろいろやり方があって、結構腸の方に細菌がたまりやすいって言われてるので、それをあげたくないなっていうオーナーさんはもうハサミでそれを取り除いてあげて与える。僕なんかはマウスを丸ごと与えてるんですけども、それはガルーの方が自分で腸とか分けてペッて出すんですね。で自分で出すんで、僕はもうマウスに関しては丸ごと与えるようにしてます。いろいろそれはもうオーナーさんによって、そのフクロウの飼ってるフクロウの性格とか見ながら、餌のあげ方もいろいろありますね。そうなんだ。かわいい。フクロウとミミズクって何が違うんですか？それは本当によく聞かれるんですよ。これ日本人特有の質問なんですよ。もともと英語ではフクロウもミミズクも全部合うっていうもう言葉、その言葉しかないんですけど、日本語はこの羽角がある子を基本ミミズクって言うんですけど、でも厳密にはミミズクもフクロウと一緒なんですよ。フクロウですかミミズクですかって聞かれるんですけど、フクロウですって言うようにしてます。なるほどね。鼻水ですか？いきなり大丈夫ですか？いきなり今度質問なんですけど、フクロウちゃんをお迎えするのにどれくらい費用がかかるのかなっていうのと、月々大体どれくらいあったら買えるのかなっていうのを聞きたい。それもよく聞かれるんですけど、まずフクロウのこの生態にかかる費用、もちろん種類によっていろいろ違いはあるんですが、ガルーのようなそのベンガルワシミミズクはおよそ30万円から40万円前後だと思います。
で大型になるにつれてやっぱり値段もちょっと上がる傾向にあるのかなと。じゃあガルーはどれくらいの大きさになるんですか？そうですね、大型で、これよりもさらに上に超大型って言われる子がいて、それはユーラシアワシミミズクとか、シベリアワシミミズクなんかがそれに該当します。じゃあ超小型みたいなちっちゃいやつとかもいる、そうですね、はい、小型は日本でよくいるのはスピックスコノハズクとかモキンメフクロウとか、そういった小型の種類から次は中型、よく飼われているのがメンフクロウ。はい、白くて顔がちょっとシューッとして特徴のある顔をしてるんですけど、ハリー・ポッターじゃない、ハリー・ポッターに出てくるのは白フクロウ。白フクロウなんですね、はい、シンプルですね、はい、白フクロウも中型から大型の間ぐらいの、はい、ほとんど大きさは大型みたいな、でどうしたの大体大きさは小型、中型、大型、超大型に分かれています。1ヶ月にかかる費用なんですけども、ガルーの場合はおよそ1日あたり200円から250円ぐらい、はい、餌代にかかっていて、でそれ以外に光熱費ですよね。あー、そっか。特に夏場とか冬場はエアコンとか暖房にやはり電気代とかかかっているので、そちらの費用も、かかっているので、じゃあ温度調整とかが結構敏感なので調節難しい。そうですね、種類によって、例えばさっきのハリー・ポッターに出てくる白フクロウなんかはもともとロシアとかああいう北の方のに生息するフクロウなので、すごく寒いのが得意なんですけども、逆に日本の夏場の温度にはすごく弱いので、もうガンガンにエアコンかけたりとか、人間がその部屋にいたらもう寒くていられないぐらいの寒い温度にしないと白フクロウなんかは逆に過ごしにくい。そうなんだ。ブロッコリーのあるじゃん。ブロッコリースプラウト、あれ？そうそうそう。これ使う使ってお、ラテ君の方、ちょっとラテ君のとこ行こうか。やる。ごめんね、失礼しました。ラテ君、ちょっと初めて薪ストーブ出していました。まだ火つけてないんですけど、寒くなったらつけようと思います。この上乗ってみる？本当おとなしいですね。そう、結構おとなしい。あれ、俺これめっちゃ標準語になる。ええんかな。ちゃんと喋ると標準語になるよね。あ、そう、崩した方がいいです。崩した方がいい。いや、僕妻が北海道出身で。あ、北海道。で、北海道って標準語なんでね。そうですね。だから家の中ではやっぱり半分標準語になっちゃう。合わせちゃう。関西の人ってそうですよね。関東の人いると関東弁になっちゃう。そう、いや、ほんで関西弁って結構なんていうかな、砕けた
感じになっちゃうから、うん、いわゆる慣れ慣れしくなっちゃうのね。あそうやんなみたいなわかるわーとか全然いいですけど今質問何個しました？2個2個はいはいはいちょっと派生していろいろ聞きたくなっちゃったんで長くなっちゃいましたけど、はいはい、その家でどういうふうに飼ってんのかなっていう、お家の中でそう放し飼いなのか、はいはいはい、ケージに入れてるのか、はいはい、ガルーの場合は、今は完全にフリーにして、はい、ガルー専用の部屋を作ってそこで放し飼いしてます。もともとうちに来て1歳ぐらいの時までは一緒にリビングにいて、こういった渓流台にこう紐をつないで、いわゆる渓流飼いっていうんですけども、渓流飼いをしてたんですけども、やっぱりこう運動不足であったり、たまにこうなんか飛びたいなっていう表情を見せてたんで、なんかこう飛ばしてあげたいなと思って、今は家の中でフリーに飼ってます。飛ぶんですか？よくわからないタイミングで飛んでますね普段はじーっとこうやって上でおとなしくしてるんですけども、やっぱり夜とかになるとなんかテンション上がるんでしょうね。そうそれも聞きたかったの。夜行性なんですかっていう。はいはい、もちろんフクロウなんで夜行性なんですけど、それもフクロウの種類によって本当に夜がっつり動き回る子と、案外夜寝てるぞっていう子もいるんですよね。でガルーなんかは半々ぐらい。はい、そうなんだ。程よく。どうやって寝るんですか？本当にリラックスしてる時は片足立ちになってにっこり笑って寝てるんです。見てみたい。フクロウのまぶたって下から上に上がるんです。はい、なので眠くなるとだんだんまぶたがぐーっと上がってきてにっこり笑っているように見えます。そうなんだだからそっか、かわいいね。今日は笑ってくれるかなポトってする。さっきからねちょいちょいしてるよね。ここ外だからで問題ないけど、家の中ではどういう風にお掃除したり、糞を始末したりとかするか。基本フクロウとか鳥類って糞をする場所を決めてここでやるんだっていうわけではなくて、自分がいる場所で催したくなったらもう出すっていう習性があるので、糞だらけです。なるほどねただやっぱりお気に入りの場所っていうのがあるんで、そういった場所の下にペットシーツを敷いとけば掃除は楽に済みます。前までねお気に入りの場所をたくさん作ろうとして、あっちもこっちも泊まれるガイを作ったらもうあちこち踏んだらけになってさすがに大変なんで今は1箇所だけにします。ちょっとそういうコツはいりますけど。なるほど。私ワンちゃんの場合だと、なんかうんちとか粗相した場合はそのワンちゃん用のそういうシュッシュっていうやつがあって拭いてるんですけど、フクロウの場合は基本的に僕はそのウェットティッシュでピシャッと拭いて、でもうそれで終わりですね。匂いはあんまりしないんですよ。ただ唯一1日に1回くらいの割合で盲腸糞って言われる、溶けたチョコレートのようなうんちをするんですよ。それはものすごく臭いです。そうなんだ見つけたらすぐに掃除しないと、匂いが充満しちゃう。そうなんだ。であんまり匂い消しみたいなものを使わない方がいいですよね。フクロウって結構この鼻の方が弱くて、製品によっては体調を悪くしちゃったりすることもあるので、なるべく消臭剤的なものは使わない方が無難かな。なるほど。ガルは僕が呼びかけると返事をよくしてくれるんです。かわいい。ちょっとするかな。してみましょうか。反応してる。ちょっと首が動いてる。ダメだな。今日の夜またやってきます。私もチャレンジします。なんかほほって聞こえたらなんか向こうでやってんだなと。おやすみ。乗ってくれた。ありがとう。乗ってくれた。かわいいな。何キロぐらいあるの？
ガルーでちょうど1キロ。軽い。ちょっと小さい方かな。でフクロウってオスの方がちょっと小さいんですよ。そうなんだ。メスの方が体が少し大きくて、あと気性も荒い子が多いです。ああ、そうなんだ。爪のメンテナンスとかってするんですか？そうですね。個体差があるので爪が伸びやすい子と遅い子がいるんですけど、ガルはだいたい2ヶ月から3ヶ月に1回爪とあとくちばしのメンテナンスをするようにしてます。くちばし。はい、くちばしもほっとくとだんだんと伸びていくので、そうなんだ。そのままほっとくと、くちばしの中に血管があるんですけども、それも一緒に引っ張られて伸びちゃうんで、次にくちばしを切った時に出血しちゃうことがあるんですよ。だから定期的にメンテナンスをしてあげる必要があるんですよ。難しそう、口。僕最初自分でやってたんですけど、やっぱりね嫌がるし、嫌われちゃうんで、もう最近はお店の人に嫌われ役を買ってもらってお店でやってもらうようにしてます。なるほどね。そっか、すごい上手にカットされて、すごい暴れたりしないんですか？お店の人が上手なので、しっかりとクッと持てば暴れないです。あとはお風呂とかって。お風呂ですか？そうか、ワンちゃんはお風呂とか入りますね。お風呂を入れたりしますね。鳥って自分で羽をきれいにする習性があって、この背中のこの辺りに尾脂腺っていう油を出す線があるんですよ。それをくちばしでついばんで羽にまんべんなくこうつけるんですよね、自分で。なんでいつも基本的にこう触るとサラサラしてるんですよ。そうなんだ。お風呂って入れる必要はないんです。じゃあ自分で綺麗にしてくれるんだ。そうなんですよ。賢いね。たまに霧吹きとかで軽くこう水をかけることはあるんですけども、それぐらいでも十分です。なんか私の撮影の仕方超雑なんで、もうなんかブンブン振りますんで気にしないでください。それが自然な感じ。シマエリチップですね。かっこいいな、やっぱ。巻きそうでかっこいいな。じゃあ今からエリさんにこのうずらをさばいてもらいます。はい。はい。チーズどんなものか。そんなにアップしてない。こういう感じで。そう。すごい羽が。冷た。まだちょっと半分凍ってる。切ったところから冷たい。生の鶏の肉などちょっと苦手だよという方は今から観覧注意スキップしていただいて大丈夫です。今はい最初にはい、行きましょう。はい。そうですね。やっぱりフクロウってこうやってうずらにしてもマウスにしてもさばいて与えるんで、本当に命をいただいて与えてるっていう実感がすごくあるんですよね。すごい。この寒空の下余計にって感じ。僕も外で初めてです。キャンプですから。ちょっとチェックします。はい。ちょっとローズマリーまぶしてるみたいな感じ。つるつる。すごい。でも、エリさん上手ですよ。すごいつる。カエルみたいな状態。まあ。鳥の丸焼きのミニバージョン。私こういう解剖的なことするの人生で初めてなんです。すごいですね。すごい貴重な。なんか淡々とやってますけど、大丈夫ですか？大丈夫です。いや、やっぱりこういうの苦手な人がほとんどだと思う。でもすごい上手ですよ。
あ、よかった、なんか気持ちを込めてやってます、とにかくガルーが美味しく食べれますように。あ、そう本当だ、心臓ちっちゃい。うわー、生きてるんだな。上の方に白いのつけますね。あ、はい、この白いプニプニしたのはこれ脂肪なんですよ。取りましょう。はい、そうやってハサミで切り落としてください。さよなら脂肪。脂肪はね、いらないですね。なるほどね、私もいらない。人の袋もいらないです。間違いないです。30超えたら、ね、何もしなくてもついてきます。かなち30超えた者同士悲しいですね。若い子は分かんないやろうと。悲しい。やめようやめよう。ぼやきしまって普通にぼやいたね、ぼやきになっちゃった30代のぼやき。結局そのなんだろうな、普段自分たちが見えないところの作業をやってるだけなんですよね、これって。牛も豚も普段見えなく食べてるけど、必ずこういう作業ってどっかでやってるはずなんで、それを自分の手でやるかやらないか。感謝ですよね、やっぱりこういう命をいただくんだっていう実感をする時しますよね。どうですか？はい、いや、綺麗です。はい、じゃあバトンタッチです。はい。で、足がさばき終わったらですね、で、もうどんなに忙しかったり、どんなに疲れてても毎日この作業をやるっていうのが、やはりどれだけ頑張れるか。飼育で餌をさばくこと自体は全然すぐ慣れるんですけど、これを365日毎日やるっていうのが、そこをどれだけ頑張れるかっていう飼育の内容。なるほど。いや、ガル愛されてんな。幸せもんだな。待っとけよ。待っとけよ。間もなくだからな。もうすぐ持ってくからな。これくらいで大丈夫かな。思います。はい、終わりました。はい、ありがとうございます、師匠。いいと思います。めっちゃ綺麗ですよ。よかった。大きさもいい感じだから、ガルーちょっとむしゃむしゃ。よかった。いや、ちょっと与えるのが楽しみです。今日はお箸を使ってはい。あげてもらいます。やったー。せっかくだからね、こうやって食べさせてあげたい。じゃあ嫌がったらどうしよう。手を洗いに行きましょうか。はい、そうします。はい。これでボタンを止めれない。タクちゃん。タクちゃん。今鳥まみれだから。よし。はい。ありがとうございます。すごい貴重な体験。すごい。普通にやってたけどすごいな。いや、これやっぱり。お肉用意できましたので、ガル先輩差し上げますんで、よかったら仲良くしてください。これで食べるかな。一生懸命さばきました。さばいてくださいよ。はい、どうぞ。食べた、かわいい。食べた。ちょっともうちょっとアップでしょうか。はい、というわけで、エリさん、1泊2日、ガルと一緒にこの店見てどうでしょうか。めちゃめちゃ買いたくなりました。結構ハードル、思ったよりは低いんだなっていうのを感じました。餌の方も上手にさばかれてて、もうバッチリだと思います。この動画の下の概要欄の方に、エリキャンさんの YouTube のチャンネルの方を書いておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ガルありがとう。じゃあねー。あ、ごめん。ごめんね。びっくりしちゃった。